愛知県は豊橋市、東海道線の二川駅から徒歩約10分。季節ごとに違った顔を見せてくれる梅田川のほとりに前掛け工場エニシングが存在します。エニシングは日本の伝統的な仕事着である前掛けを専門に製造する工場です。その歴史は2000年に遡り、当初は漢字 T シャツの企画販売からスタートしました。しかし豊橋の前掛け職人さんたちとの出会いをきっかけに前掛けの製造へと事業を転換しました。2019年、ここ豊橋市二川に新たな拠点としてこの前掛けファクトリーを設立。ここでは約100年前のトヨタやスズキ製のシャトル織機を10台稼働させ、伝統的な製法で前掛けを製造しています。特に分厚く柔らかい生地で作られる1号前掛けは長く使うほどに味わいが増し、多くの人々に愛用されています。エニシングの前掛けは国内外で高い評価を受けており、映画007 No Time to Die にも登場しました。またニューヨーク、ロンドン、パリなど世界各国でも販売され、日本の伝統文化を世界に発信しています。伝統を守りつつ新しい価値を創造し続けるエニシングの魅力はどんなところにあるのでしょうか。一緒に見学してみましょう。こんな大きな鳥が何かわからないけどで、鳥もいたりカメもいるんで、鶴とカメが来る工場だって縁起がいい。確かにだって言ってて、鶴は織物じゃない。あー、確かに。面白いな。なんかいいですよね。仕事が終わってね、こうやっていろいろとこう感じられるっていうか、ずっと見てられますね。空気がね、なんか気持ちいい場所なんで、やっぱり仕事をするときにそういうのは大事ですね。これも結局アナログの音なんでいいと思うんです。デジタルじゃなくて無線の音とね、アナログの音と向き合うじゃないけどね、うるさいのはうるさいけど気持ちがいい。それは確かに川が聞こえて鳥がっていうのはここにしかないもんね。で、こっちからスタートしますんで、これは今ちょっと重要してますが、このビームという縦糸をね巻き取るものです。これを作ったんですか。屏風っていう木の木製のは職人手作りで作りました。工場オープンする時です。すごい。これはこの巻き取るものはこういう屏風としてもあるんですか。もともとあるものをそのまま再現して作ったものですね。これいくつあるんですか、数。これがだいたいどうなんでしょう。この糸が出てるのがだいたい200本ぐらい。200本。はい、それを4回に分けて巻き取っていきます。糸が終わるまでだいたいこれは何本ぐらいですか。ビーム、この糸が終わるまででビーム何本ぐらいできる？ざっくり5本ぐらいできます。ビーム5本、はい、1本換算すると大体500メーターぐらいです。それは全部終わるまでにはどれぐらいかかるんですか。大体2日から3日ぐらい。1日で1本から2本完成。これだけあったあ、そうだね、ね。かっこいい。西村さんの子供ですよね。V 字クリル。そうだよね。V 字、V 字。いや、っていうかなんて言うんだろう。前のね職人さんのところでもこれをやってたし、なんていうの、やっぱり縦糸が一番大事なんで、縦糸と横糸の縦糸が大事だから、これをまず見てもらわないと織物は何も説明できないっていうか。確かに。それをブッダが言ったのが、縦糸は過去から今までの歴史だと、伝統だと、横糸は今だと、だから過去があって今があるんだよと言ったのがブッダで、織物もまさにそういう表現をされるものなんですけど、だからこれがない工場多いよね。分業が多いですね。他でこれ十何本やってもらって届いて、そこから折ってっていう工場が結構
あるんだけど、師匠の方がこれをもちろんやってらっしゃったし、それをそのまま再現してまず見てもらうことで俺らが何をやってるかを説明できるんで、ただ折ってますと全然違うくないな、全然面白さがね。はい。あとは自分らでいろいろね調整どっちもできるから、これだと業者に頼んじゃったらこれがもういきなりうわーって巻かれて届いてってなると、ここのいろんな微調整もできなかったりする。これが一番多分精神的にこう気を使うところでもあるんで、まあ仕事はもちろん大変なんだけど、そういうのがあってこっちで折るっていう、その縦糸横糸が両方見てもらえるっていうのはもう多分めちゃくちゃ重要じゃないかな。私も佐渡に今年の夏に行ったんですけど、あれはもう手でやる、先折りっていう手法のもので、ずっとそれこそやってらっしゃった方の記念館みたいな。やっぱ縦糸と横糸のそのバランスの取り方とか大事さっていうのすごい語られてて、確かにその方は夫婦っていうふうに表現されてて、縦糸は確か旦那さんで横糸が奥さん。中島みゆきがね歌ったのがまさにああ、はい、歌詞でありますね。そうそうそう、あれがまさにその思想。なるほど。なんだろうな、あんまり難しいこと言うつもりはないんだけど、やっぱりものづくりとか物を売るとかって思想がないと何にもやってる意味ないなと思ってて、でフランス人のヨーロッパの人たちってあなたたちのコンセプトとかフィロソフィーは何ですかっていつも聞かれる。それって思想じゃないですか。だからやっぱりそれがあってこういうものづくりしてますっていうのはもっと日本もねPR していった方がいいな、なかなか日本人そういうの苦手だったりする。そっちにフォーカスあんまりしないですね。いいもの、この糸はどういうふうにいいもの、それはもちろんいいんだけど、その前提にあるのはそういう思想というかね、まあ、フランス流に言うとコンセプトなんだけど、あとはフィロソフィーとも言えるしね、そういうなんかやっぱり精神的な深いものっていうのは絶対あるから仕事ができるっていうのが楽しいっていうのはあると思うし、なんでわざわざ俺らこんなことやってんのっていうのはそこがないとブレちゃうよね、やっぱり。そういう意味で自分らで俺は全然触ってないんだけど手作りで作って大事にやってるものと、あと神棚が上にあってってああ、あそこにですね。あ、もう回してます。これは成形機っていう機械で、はい、一応これは部分成形機っていう成形機になるんですけども、何が部分的かっていうと、前掛けの縦糸自体は830本あります、1回でこの830本っていうものができないので、約200個ぐらいの糸がこのクリールっていうものにかかって、それを4列作る、今2列しかないですけど、この4個作ると830本っていう縦糸ができるものを部分成形機と言います。そうやってここに巻きつけたものを最後ビームっていうのに巻きつけて、縦糸っていうものがこうやって完成します。で一応機械自体は古い機械自体で、愛知県の千種区っていうところで作られたんですけども、ここの住所を調べてみたらもう空襲でなくなってたみたいで、製造年月日は分からないんですけども、モーターの方を見ると昭和19年っていうふうに記載、書いてあります。されてて、一応戦争中に作られたものだっていうのが大まかですけど認識できるかなとは思います。なるほど。じゃあこっちへ行くと織機が10台並んでおります。で、あそこをちょっと見てもらうとトヨタ式食器とか、昔の右から読むとかのあれだね。そうだね、面白いね。で、それが、トヨタ、スズキとかそういった機械が10台。ざっくり言うと、一番古いのは107年前。で、そこから80年ぐらい前のものかな。それが並んでます。これが縦糸ね。で、横糸っていうのがこのシャトルになります。縦糸と横糸が組み合わさって生地というのが折れる。一応、これは、横糸を作る作業になります。で、管巻き機といって本当にこの管をセットする以外は全部全自動で巻き取ってもらえるものになってて、でうちではちょっと他の機屋さんではあんま使ってないハンム芯っていう芯が短いものを使用してます。
普段の型屋さんはこのぐらい芯があって、それにこう糸を巻きつけるんですけども、ここでは糸に圧力をかけてこう巻いて、折ってる時にでも煮崩れしないぐらい硬く巻きつける機械になります。でこれがさっきのねベルト掛けでちっちゃいモーターで全部これが動いてくれるので、超省エネ工場ですというのが上の今日の一つですね。そう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 ですね。どっちがこれは、シャトル食器っていう食器なんですけども、シャトル食器っていう食器の中でも力食器っていう食器になります。自動食器ではありません。なんで自動食器じゃないかっていうと、一番大きな違いはこのシャトルっていうもののこの横糸がなくなると自分で交換する、これは力食器、糸がなくなった時にシャトルが自動で交換されるかっていうのを自動食器と言います。でこの力食器自体はそういったシャトル食器の元になったベースの機械になります。そういったものでここは前掛けを製造しています。で仕組みとしましては、折る方向っていうのが決まってて、必ずこういった回転で動力をこのベルトで受けて、機械がこう回ってシャトルがこう動いて折り進めていくっていう機械になります。機械は本当に単純で、あとはこの横糸がなくなった時にこのフォークっていうのを弾かなくなるとハンドルが落ちるっていう仕組みになっているので、動力を受けて動いて糸がなくなった時にこれが弾かなくなってハンドルが落ちてっていう、本当に単純な構造になってます。落ちるってどういうことなんですか？落ちるっていうのは、今はこう通常の段階で、これが糸がなくなると引っ張ってハンドルがポンと落ちるようになります。これが今ハンドルが入った状態です。で糸がなくなった状態っていうのが今から落としますね。これが動くので、こういう風にやるとハンドルが落ちて、この動力が動かない方の動力に移動します。それの繰り返しです。織物は5大運動っていうのがあるんですけど、縦糸を振って、で貫通をして糸を横入れ、入れますよね。そしたら入れた糸を今度生地にする作業になるんですけど、さ打ちで5大運動です。ありがとうございます。同じことの繰り返しなんですけど、小さな変化をみんなで見逃さないようにやってるよね。それはでもそのまま進んでってしまうってことですか？進んでってしまうと B ターンになってしまうので、最後 B ターンを出荷しないようにこの検温っていうのがあって、生地を確認して出荷する準備をしてます。これは工場長に聞いてもらえればなんだけど、なぜここに竹があるんですか？ここ耳っていうんですけど、耳の縦糸が切れることが多くて、切れちゃうとあやが分からなくなるんですけど、あやが分かりやすいようにこう二重でここであやを作る。そうです。この順番がすごい大事で、ここで成形して綺麗にこう糸道ができてるので、それが狂っちゃうとここでこうクロスしちゃうとそれが切れる原因になっちゃうので、ここでパッとすれば二重であやが分かりやすいので。それもこれはなんかそうですね、インスタとかもやってる鳩屋さんがあって、アイディアそうなんだ。大事ですね、情報収集。はい竹すごい目立つね。いいですよね、見栄えが人工的なものになんであるんですごいって決まってるんだ。なんか印象が全然違いますね。さっきのこの光電管をつけてる意味は何ですか？端っこの光電管これどういうあれなんですか？基本一丁日っていうのはこの光電管がついてなくて、で横糸をこれで感知してるんですけど、でこれが弾かなくなるとこのハンドルが落ちる仕組みになってます。弾かない。弾いてる時は横糸があるから、ここでロックがかからないで動き続けるんですけど、こ
ここが弾かないとここはロックがかかってハンドルが落ちる仕組みになってて、でなんで光電管をつけてるかっていうと、こう折ってる時に、横糸がなくなった時に空打ちって言って横糸がない状態でたまに少し動くことがあるんですよ。そうするとここに折り段っていうのがあって、こう、今生地綺麗なんですけど、ここが薄くなったりしちゃうことがあるんです。でそれを防ぐために光電管があって、ここに隙間があるんですけど、ここがこう通ってる時に光を通した時に管ってあるんです。この管が糸が入った状態で止まるので、そういったのが防げるんですよ、折り段っていうのは。糸が入った状態で止まることで次の新しい糸に変えられるので、その続きで折り替えるので折り段がなくなるというか。ついてるところは前掛け以外のこの自社製品の生地をやることがある台なので、それで自社製品のやつに折り段ができると、どの道まずい、もっとまずいのでそれでこの光電管っていうのをつけるようにしました、自分で。はい、なるほど。すごいな。はい、やっていく中でちょっとこう、これあったらいいなみたいな。自社製品を始めるって言った時に絶対つけた方がいいと思う。ああ、なるほどなるほど。不良をやっぱいかに少なくするかっていう。そうですよね。いろいろあるんだな見てても全然もう深掘りしてったそれは分かんない。もう深掘りしてったらもう見ても分からない。それ一日で分かってほしくないですよね確かに。ふりをしてほしくない。確かごめんなさい、なんか失礼な質問かもしれないですけど、掃除とかってされるんですか、この糸。機械ですか。はい、掃除は一応エアーで拭いたりしますね、週に2回。なのでここ糸ぼっこり綿ぼっこりが乗ってる旗屋さんが多いんですけど、うちは結構少ない掃除して。それも機械にそうですね。あとは油差しの時とかにこういう穴に綿が乗っちゃうと油が入らないので、そういうのを取ってあげてしっかり浸透するようにっていうのと、製造もそうなんですけど、西村さんが人に見てもらう工場にしたいってことだったので、見て綺麗だねって言ってもらえると、あとはここで働きたいって思えるような工場にしたいっていう思いがありますですね、西村さん。いやでも本当すごい綺麗な整ってるなっていう印象がすごいあったので、結構工場いっぱいいいものがあってすごい、はい、ね、ガチャガチャしてるイメージだったんですけど、すごい整ってる。綿ぼこりが出るっていうのを私知らなくて結構待ってますよね。そうです。この開口ってした時に糸が擦れてそういうの出やすいんですけど、動画撮ってたらすごい綺麗でした。綺麗。うん。その光に当たって。そうそうそうです。西日。西日がないとでもわからない。そうですね、確かに。そうでもやられてる方とかはなんかすごいやっぱマスクしないと大変なのかな。鼻とかにいっぱい入ってきた。すいません。ありがとうございます。じゃあ片付けます。ちょっとじゃあ一緒に写真、西村さんすみません。お二人の写真をちょっと今、撮らせていただいても。じゃあ皆さんちょっと2回笑顔でいきましょうか。笑ってた。いきますよ。はい。いいですね。じゃあもう少しちょっと寄っていただいて、はい。いいですね。いきます。はい。ラストいきます。織物は五大組織、五大運動、組織は五大運動っていうのがあるんですけど、開口、糸が横入れ、でこれ長が動いて、糸を打ち込み、でこの打ち込んだ生地を巻き取って今度生地を折るための送り出しっていう運動があるんですけど、すごい。今五大運動間違えた。もう一回やりますか、もう一回。全カット。わかりました。最高。今日は太郎さんですね、バンライフをしてる太郎さんにインタビューをしに来たんですけども、どうも。どうもこんにちは。すいません。
太郎です。あ、お世話になっております。すいません、この車についてお聞きしたいんですけども。彼の名前はタビーです。あ、タビーなんですね。タビーなんですけど、なんかずっと訴えかけてるんですけど、ピーピーずっと鳴られてるんですけど。タビーですか。ちょっと今、ちょっと興奮してます、彼が。なぜかというと、ちょっと今日はリメイクして、ちょっとおしゃれになって、あ、おしゃれに。モンスター。アーティスティックな。になって、はいはい。ちょっと興奮彼はしてるようで、はい。それを自慢したいかのようにちょっと、はい。ちょっとまたね見ていただけたらと思うんですけど、ちょっといい感じになったので、あ、僕の心は、はい、とても素敵な。ちょっとよくわからない。じゃあ本日は太郎さんにインタビューをお聞きしました。ありがとうございました。はい。